人気のない夜道を歩くとき、あなたはどんな風に歩いていますか？犯罪者に狙われやすい振る舞いをしてはいないでしょうか？2003年6月13日、マレーシア・クアラルンプール、夜遅くショッピングモールのレストランには賑やかな談笑の声が響いていました。その輪の中心にいる女性はキャニー・オン・レイ・キアン。アメリカ・ロサンゼルスで IT 分野の研究者をしている彼女は、父親の看病のため故郷のマレーシアへ一時帰国中。この日はその最終日で、友人や家族が集まって彼女の送別会を開いていたんです。そんなさなか、ごめん、駐車券を車の中に忘れたからちょっと取ってくるわね。このショッピングモールでは駐車料金の精算を店舗内で済ませねばなりません。そのためキャニーは人気のない夜の駐車場まで一人で駐車券を取りに向かったんです。しかし彼女は何分待っても駐車場から帰ってきませんでした。そしてキャニーはこの数日後、黒焦げの遺体となって発見されるんです。ショッピングモールの駐車場で姿を消し、黒焦げの遺体となって発見された女性。駐車券を一人で取りに向かった彼女の身に一体何があったのか。クアラルンプールの街を一晩中連れ回された彼女の最低最悪のドライブの結末とは。おそすけんちゃんです。やみやみこーです。最近さ、最高気温35度よ。やばいね。いいけどちょっと私悩みがあるの。なんかさ、お尻の割れ目が濡れない？汗で蒸れちゃうってこと？そう、蒸れて、色が変わるぐらい汗かいてびっしょりになってね、臭くなるの。私がどんなパンツ履いてるのかはちょっと秘密なんだけど、その蒸れるのどうしたらいいの？お尻の割れ目につくんでしょ？じゃあティーバッグ履けばいいじゃん。ティーバッグが細いところの糸みたいなのがびっしょびしょになるんでしょ？そうなることない？ないよ。俺はサラッサラ。俺ケツから汗かかない。そうなの？首の後ろから汗かく。人によるんじゃない？それって。例えば足の裏からかく人が、膝裏とかね。同じ悩み持ってる人いると思うから、コメントでね。汗の線の量って変えれないから、汗かくのは変えれないですよ。だから、濡れちゃうとこに布当てて定期的に入れ替えるっていうのが一番。おむつってことじゃん。まあ、それマジでいいんじゃないそれ。本当に。絶対やんない。今回はマレーシア史上最悪と呼ばれる殺人事件をご紹介します。夜の駐車場でさらわれてしまった女性が黒焦げの遺体となって発見されるんです。黒焦げってさ、何？犯人はその女性に何かしらの恨みを持ってたってこと？それがですね、この犯人とこの女性には一切面識がないんです。だからこそ怖いんですよね、そこが。女性がね、駐車場を一人で歩いていたっていうのは、ほんの数分のことだったんで、まあ本当に真夜中にね、女性一人で出歩くっていうことの恐ろしさっていうのを思い知らされる事件だったんです。友人との楽しい食事会の最中、彼女は一人駐車場へ向かいました。しかし、その彼女が戻ってくることはなかったんです。最後の送別会。2003年6月13日、マレーシア・クアラルンプール。市内のショッピングモール、バンサーショッピングコンプレックスの駐車場に青い乗用車が停車しました。その車内から姿を現したのは、黒髪を長く伸ばした、整った顔立ちの女性、キャニー・オン・レイ・キアン。彼女がそこへやってきたのは、友人たちが送別会を開いてくれたためでした。20歳の頃にマレーシアからアメリカへ留学したキャニーは、卒業後、ロサンゼルスで IT 分野の研究者として活躍。現地で職場内結婚しており、故郷のマレーシアへ帰ってくる機会はあまり多くなかったんです。そんなキャニーがこのところマレーシアに帰国していたのは父親が癌を患ったため、滞在期間中キャニーは付きっきりで父親を看病し、その甲斐あって手術は無事に成功。彼女は再びアメリカへ戻ることになり、この日はマレーシアで過ごす最後の夜だったんです。すっごく綺麗な上にさ、優秀なわけでしょ。まさにもう才色兼備じゃない。しかもさ、お父さんのために外国からわざわざ帰ってきてるってところも、なんかこう優しさっていうかね、いい人柄が出てますよね。押せる。まあそんな素敵な人の命が奪われてしまったっていうのはね、本当に非常に残念でならないんです。母親と二人でショッピングモールへやってきたキャニーは、駐車場から友人たちが待つレストランへ向かって歩き始めました。その途中、彼女はあることに気がつくんです。いけない。駐車券を車の中に忘れてきたわ。手に持ったバッグを探りながら困った顔でそう話すキャニー。バンサーショッピングコンプレックスでは、駐車料金の精算を店舗の中で行うため、利用者は店舗内に駐車券を持っていく必要があるんです。しかし、帰り際に取りに行けばいいわ。送別会を楽しみにしていたキャニーは、駐車券を取りに行くことより友人との早い再会を優先しました。この時、母親と二人で駐車券を取りに戻っていれば、この後の悲劇は防げたのかもしれません。それから数時間が経ち、友人たちとの食事が一段落した頃、キャニーは母親が少し疲れた顔をしていることに気がつきます。ちょっとママを家まで送ってからまた戻ってくるわ。彼女はそう言って席を立ちました。そして忘れていた駐車券を取りに行くため、キャニーは一人で駐車場へ
へ向かったんです。それから20分後、もう随分経つのにキャニーが戻ってこないわね。さすがに遅すぎるわ。携帯に電話しても応答がなかったため、キャニーの母と姉は駐車場まで様子を見に行くことに。すると駐車場からはキャニーの車がなくなっていたんです。母と姉は慌ててレストランへ戻り、友人たちにキャニーがいなくなったことを伝えました。その場にいた友人は全員がキャニーと連絡を取ろうとしましたが、やはり彼女は一向に応じようとはしません。母親はショッピングモールの警備員に防犯カメラの確認を依頼。するとその映像には車へ向かうキャニーとその後を追いかけるキャップをかぶった男の姿が。そして二人がカメラの前を横切ったかと思うと、その直後キャニーの車はゲートを突き破って駐車場の外へ。運転席には先ほどのキャップをかぶった男、そして助手席にはキャニーがうずくまっていました。車ごとさらわれたってこと、ちょっと怖すぎるんですけど。キャニーは人気のない駐車場で、犯人から見ればね、好きだらけと思わざるを得ない行動をとっていたんです。報われない SOS。送別会の席を離れ、ショッピングモールの駐車場へやってきたキャニー。彼女は車のドアを開けると、上半身を車内に乗り出すようにして駐車券を探していました。すると、車の中を探るキャニーに背後から近づいたキャップの男。男はキャニーの体を掴むと、無理やり助手席へ押し込み、そのまま自分も運転席へ乗り込んだんです。そして男はナイフを取り出し、恐ろしく冷たい声でこう言いました。抵抗したり、逃げようとしたら殺す。キャニーはテコンドーの有段者で、多少の護身術は心得ていました。しかし、車内という狭い空間で、得体の知れない男にナイフを向けられては、彼女もおとなしく従うほかなかったんです。確かに武道の心得があったとしてもね、一瞬の隙を疲れちゃったら、そうやって車内に狭い中で対抗もできないわよね。犯罪常習者ってのは、相手の一瞬の表情とかね、動きとかを見て、犯行がうまくいくかどうかっていうのをね、推測できるんですよ。人間の脳っていうのは、それぐらいね、相手の動きとか仕草とか含めて、いろいろ読み取る力っていうのがかなり発達してるんです。というわけで本日のメトラキーワード、犯罪者のシーンスライシングについて。シーンスライシングとは、数秒の仕草や表情から、その人物の本質を見抜く能力を意味する心理学用語。有名なのは、1993年に行われた心理学者ナリニ・アンバディの実験。この実験では、一人の大学教師に対し30秒の観察を行った被験者と1学期授業を受けた学生のどのような教師に見えるかという評価が 76% 一致する結果が出ました。このように人間の脳はごく短い時間の仕草や表情だけで相手がどんな人物か判断する能力に非常に長けているんです。夜道で女性を狙う犯罪者も例に漏れず、数秒の仕草や表情でターゲットを判断しているんです。刑務所の受刑者インタビューで挙げられた狙いやすい人の特徴は、下を向いていて歩き方が頼りない、周囲をキョロキョロと見回している、手元で探し物をしているなど、人気のない夜道などでは、それらのちょっとした振る舞いをきっかけに犯罪のターゲットになってしまうことがあるんです。人気のない駐車場で車の中に上半身を乗り出すようにして駐車券を探していたキャニー。シーンスライシングの理屈で言えば、犯罪者はその行動を見た瞬間に襲えると判断を下します。その一瞬の隙を狙われ、車ごと誘拐されてしまったキャニーは、男の運転で市内をあちこち連れ回されました。一体何が目的なの？あてもなく走り回ってるようにしか見えない男の意図がつかめず、キャニーは恐怖に身を震わせていました。実はここからキャニーには何度か助けを求めるチャンスがあったんです。しかし助けを求めた誰もが男を取り逃がしてしまうんです。日付は変わり、6月14日の深夜0時頃、男は工業地帯の道路脇にその車を止めました。その時、すいません。ちょっとよろしいでしょうか？ここで一体何をされてるんですか？キャニーと男が乗っていた車の窓ガラスを叩いた男性は、そう話すと同時に警察手帳を掲げました。普段は車が止まらない場所で車を見かけ、不審に思った私服警官が職務質問をしに来たんです。運転席の男は窓を半分だけ開けてこう言いました。なんでもないよ。彼女と少しトラブルがあって、人が来ない場所で話し合いをしてたんだ。明らかに不自然な返答をした男に、警官は身分証の提示を求めます。男はキャニーに身分証を出すように促し、自分のものと合わせて2人分の身分証を差し出しました。そして警官は男とやり取りをしている最中、あることに気がつくんです。助けて、助けて。それは助手席に座っているキャニーが運転席の男に気がつかれないように身振り手振りで何かの合図を送っていること。彼女のその様子に気がついた警官は運転席の男にこう切り出しました。一度車を降りてお話をお聞かせいただけますか？すると、あんた警察じゃないな。俺たちを騙すつもりだろ。そ
そう言うと男は車を急発進。警官はとっさにタイヤを狙って発砲しますが、男はキャニーを乗せたまま逃走してしまうんです。警官に発砲され、右前輪がパンクした状態で逃走した男はしばらく走った後、再び道路脇に停車。近くに止まっていた車の運転手に、タイヤが壊れたからジャッキを貸してくれと頼みました。その間もキャニーは男に見られないように、その車の運転手に必死にジェスチャーを送ったんです。助けて助けて。しかし男は想定外に早くタイヤ交換を諦めて走り去ってしまい、ジャッキを貸した運転手はナンバープレートをメモすることしかできなかったんです。みんな男が怪しいって気がついてんのにね、寸前のところで逃げられちゃうじゃないですか。そうなんです。結局ね、誰もキャニーを助けることはできなかったんです。そして事態は最悪の展開へ向かっていくんです。最低最悪の時間。深夜1時頃、車の右前輪がパンクした状態のまま、クアラルンプール南部の人目につかない路地へ訪れた男。男はそこに車を止めると、その車内でキャニーをレイプしました。当てもなく走り回っているように見えたのは、人に見られない場所を探してのこと。そして、キャニーの体をたっぷりと堪能した男は、一言こう言ったんです。まだ足りねえ。もう一発やりてえ。そこから男は近隣の建設現場へ移動。そこで再びキャニーを犯した後、すっかり満足した様子でこう口にするんです。さーて、口封じしねえとな。狭い車の中、キャニーを押さえつけると、隠し持っていた布を彼女の首に巻きつけた男。やめて。キャニーは必死に声を絞り出そうとするが、散々に凌辱された後、彼女にはもはや気力は残っていなかった。男はキャニーの首に巻きつけた布を握る手に思い切り力を込める。ほどなくしてキャニーの全身から力が抜け、彼女は後部座席のシートに倒れ込んだ。死ね。そう言うと男はナイフを取り出し、キャニーの腹部に2度その刃を突き立てた。キャニーにとって最低最悪の時間はまだ終わらない。後部座席からキャニーを運び出した男はそのまま建設現場のフェンスの中へ彼女を引きずっていく。たどり着いたその場所では地面に大きな穴が開いていた。男はキャニーの両手を胸の前で縛り、その口に猿グツワをかませると彼女をその穴の中に突き落とした。落とされた穴の中で息も絶え絶えの状態でうずくまるキャニー。穴の外からは土を掘り返すような物音が聞こえる。しばらくすると男は再び穴のそばへ戻ってきた。そして彼はキャニーの上にセメントが詰め込まれ、重くなった2本のタイヤを投げ込んだ。タイヤの下敷きになり小さくうめき声を上げたキャニー。腹部の出血はひどく、身動きもできない彼女はしばらく苦しんだ後息を引き取った。ひどすぎて、ここまでひどい殺し方をすることなんてないじゃないのよ。何考えてんのこの男って。しかもね、事態はまだここで終わりではないんです。キャニーは最終的にどんな姿で発見されるのか。皆さんは動画冒頭の話覚えていますでしょうか？その日、男はキャニーの車を建設現場近くに放置したままタクシーで帰宅。そして翌日、再びその建設現場を訪れました。その手にガソリンタンクをぶら下げて、建設現場の穴の中のキャニーの遺体に大量のガソリンを浴びせかけた男。そこから彼は火を放ち、遺体を燃やしてしまうんです。キャニーが誘拐されてから3日後の朝、警察は彼女が乗っていた青い車を建設現場付近で発見。同日、建設現場作業員によって彼女の遺体も発見されました。遺体は全身黒焦げでひどく損壊しており、もはや判別もつかない状態。しかし報道された時点で母親はそれがキャニーだと察したんです。あの髪型、きっとあの子だわ。キャニーの家族は警察に依頼され、発見された遺体の確認に向かいました。すると身につけていたジーンズやアクセサリーからその遺体は彼女のものでほぼ間違いないと判断されたんです。その後の DNA 鑑定によって遺体はやはりキャニーであると確定。事件の日、キャニーの送別会に同席していた母は彼女を一人で駐車場へ向かわせたことをただただ悔やんだんです。楽しい送別会になるはずだったのにさ、巻き込まれた家族とかお友達とかも本当に悲しすぎて。彼女はね、アメリカに夫を残してるんで、知らぬ間にね、自分の妻が亡くなったっていう、その夫さん自身も辛いですよね。問題のね、キャニーをさらった男なんですが、彼は逃走中に残していたある証拠から、すぐに身元を特定されるんです。殺人鬼の正体。キャニーの遺体が発見された後、警察は犯人を特定すべく捜査を進めました。そして犯人の男に直結する証拠は、実はすでに警察署内に押収されていたんです。それはキャニーが誘拐された直後、工業地帯で男を職務質問した警官が持ち帰っていたもの。犯人の男の身分証でした。
そう、男は身分証の提示を求められた際、警官にその身分証を渡したままその場を逃走していたんです。身分証の持ち主はアフマド・ナシブ・ビン・アリス、航空機の客室清掃員で妻と2人の子供がいる男でした。目撃されていた車の種類やナンバーなどからナシブがキャニーを殺害した犯人であることはもはや明白。警官は数日の張り込みの末、事件から1週間後の6月20日、ナシブを逮捕するんです。ナシブは犯行を全面否定しますが、証拠は完全に揃っていました。遺体に付着していた DNA、ナシブの家で見つかった血痕付きの衣類、遺体の首に巻きつけられていたナシブが勤める航空会社の清掃用クロス、それらの証拠を突きつけられたナシブは観念した様子で犯行動機を次のように供述。前の会社に勤めていた時、いけすかねえ女の上司がいたんだ。そいつへの復讐のつもりで拉致したら人違いだった。でもそのまま犯して殺したんだ。どうにも釈然としない供述をしたナシブ。その話の真偽は定かではありませんが、おそらく本当は単に合法目的でキャニーを拉致したと考えられます。なぜならナシブには他にも4件の合法容疑がかけられていたんです。事件はいずれも人気のない駐車場で起こっていました。結局、被害女性側が性被害が公になることを望まず、これらの事件は立件されていませんが、駐車場で女性を狙うのはナシブの常套手段だった可能性が高いんです。こいつはもう死刑っていう刑でも足りるかどうか。奥さんも子供もいる身でよ。それだけ多くの女性を襲ってるってもう、ほんとイカれてるわよ。しかもナシブはね、地域の慈善活動にも熱心だったらしく、その表の姿からはね、本当に想像もできないですよ、これ。事件から2年後の2005年2月23日、殺人で有罪となったナシブの判決は死刑。また、強姦罪については懲役20年と鞭打ち10回の判決が下されました。その後彼は控訴や上告を行いましたが、いずれも棄却。2016年9月23日、事件から13年の時を経て死刑執行となったんです。被害者のキャニーはテコンドーの有段者である程度の護身術を心得ていた女性。しかし凶器を持った犯罪者にいきなり襲われた際には、恐怖のあまり何の抵抗もできませんでした。襲われた際に抵抗する術を持つことも有用ですが、それにも増して大切なのは普段から狙われないように行動すること。人気のない場所や夜道ではいつ犯罪者が目を光らせているかわかりません。自分の身を守るためにあなたは普段どんなことを心がけていますか？